はい。皆さん、こんにちは。お元気でしょうか？こんにちは。はい。こんにちは。ということで、今日はまたスペシャルゲストをお呼びしました。文介さんです。はい、どうも、文介でございます。よろしくお願いします。はーい。お久しぶりですおね。2久しぶりです。回目のコラボですね。うん。2回目です。はい、よろしくおはい。願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、文介さん、ちょっと軽く、自己紹介とか、どういう人物なのかというで、紹介してもらってこうもいいですか？いう人物で見てわかる通り、日本人ではない、純オランダ人、で、18歳から勉強していて、日本語の勉強をしていて、で、今に至ってるんですけど、今38歳なので、もう20年近く日本語を勉強しております。うで、ん。専門は日本文学、近現代文学が専門で、去年の1月に、博士を取りまして、で、これから日本に本帰国というか うん。気持ち的には本帰国ですけど。で、移住ではなくて帰国ですね。そうです。移住ではなく、やっと帰れるっていう気持ちで帰って、その研究を続ける予定なんですけど。なるほど。はい。ということそです。う。はい。ありがとうございます。はい。そう。皆さんね、お聞きの方、もうご覧の通り、文介さんの日本語は、ありえないぐらい上手なんですね。もうネイティブですね。はい。ネイティブじゃないですけどね。でももう日本語のレッスンもしてるんだよね。日本語のレッスンもしてます。はい。グループレッスンもやってるし、1対1もやってるんですけども、1対1のレッスンはもうずっと埋まってる感じなんで。ああ、すごい。グルいや、日本語のープはまだ空先生よりきがあるんで。専門的だと思う。うん。専門性は高いかもしれないですね。うん。うちに来てる生徒さんは、なんかそのネイティブとのコミュニケーションがうまく取れないという人がいるんですよね。なんかそのうん。悩みとかをうまく相談できないみたいうん。なのが、一回りして一周してこっちにたどり着くっていうパターンいや、が多いんですよ。そうよね。日本人の先生ではわからないこととかを、そうです。文介さんはそこをカバーしてくれるので、うん。グループレッスンね、募集中募集中です。まだちょっ募集中。と空きはあるので、うん。4月末からのグループはまだちょっと空きがあるので、はい。という興味あことで、る方ぜひ。急に宣伝。最初から宣伝から入るっていうはい、ずうずうしい。いや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 っやいや、ぱそこは日本人じゃないというとこいや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 、全然いいの、全然いいの。コラボだからね。そう。そう。で、前回、半年前、もうちょっと前かな、ぐらいに、どうやってこういうふうに、流暢な日本語を、ペラペラに喋れるようになったかというビデオをね、前回撮って、まだ聞いてない方はぜひ聞いてみてくださいね。はい。そう。で、今回ちょっと、文介さんに聞きたいことは、勉強法をもうちょっと詳しく、聞きたいと思って、みんな多分気になってるところ。で、特に、まずは単語。と文法ですね。文法ですね。単語と文法の、おすすめ勉強法とか、どうやってここまで、覚えて使えるようになったかみたいな部分。聞いていきたいんですけど、どうですかね？なんかまず単語ってどうしてました？文法ちょっとこう一緒にしちゃっていいなら。全然全然。うん。人間の脳ってこう一概に言えないかもしれないですよ。少なくとも私の脳に関して言うと、コンテクストが必要なんですよね。文脈がないと覚えられない感じなので、私文学が専門なんですけども、やっぱり文章で読んで、そのコンテクストの中で理解しようとして、こことここが分かんなかったら、それを調べて、またそのコンテクストで覚えたりとか理解しようとするところがポイントなのかな。簡単に言ってしまう。じゃあ単語だけバチバチバチ。例えば単語帳とかあるじゃないですか。単語帳でありますね。ああいうのじゃなくて、もっと自然に使われているものから取っていく。そういう感じです。はい。その勉強法ってなんか賛否両論。人それぞれですね。好き嫌いが結構ありますからね。好き嫌いもそうだし、なんか好き嫌いだけじゃないような気もするんですよ。結構自分の勉強法が一番正しいって人間は思い
込みがガちじゃないチ。ですか。まあね。まあね。だから、こういう勉強、ああいう勉強の仕方じゃ、ちょっとどうせ覚えられないから、こっちの勉強の仕方が正しいんだみたいな言い方をする人が結構いるような気がしますけども、やっぱり自分に関して言えば、やっぱりその単語帳的な覚え方は、なんか記憶に残らない感じがしますね。絶対忘れちゃう。まあ、効率で考えるとあんまり良くないかもしれないですね。効率もそうだし、短期的な、例えば試験直前だったら、全然試験は合格できるではあるんですけど。確かに。長期的に。終わった途端にもうすぐ忘れちゃうんですよ。そう。昔英語の英単語帳とかやって、確かに覚えてる単語もあるんですよ。でも、100個やったうちの5個とかだと多分5個10個とか覚えてるといい方、長期的なね。ことで言うと。そうなんですよ。確かに。むしろ多分、その日本語を勉強し始めるきっかけとか年齢もそれぞれだと思うんですけど、例えば高校卒業してすぐ例えば大学に入って勉強し始める人っていうのは、その高校的な覚え方しかわかんないと思うんですよね。で、それは何かというと、テスト直前にパッて集中してパッとテスト受かったらもう忘れるっていうパターンが多いと思うんですよね。で、その勉強法をそのまんまこの長期的にやろうとしている日本語の学習に置き換えようとしたら、ちょっとうまくいかなくなるというか、フラストレーションを覚えちゃうと思うんですよね。なので、少なくとも私ですけどね。それじゃあちょっと、覚えるペースが落ちちゃうのは良くないなと思ってどうしたらいいんだろうと思ったら、なんかその文学の中で文学作品が好きだから。その文学に興味ない人でも何かその文学以外で興味を持っている分野絶対あると思うので、ノンフィクションでも全然いいし、もっとなんか理系とかだったら理系でいいし、その興味を持っている分野の本を買ったりとか、ネットで記事読んだりとか、そういう文脈の中で覚えるのは一番早いんじゃないかなと思うんですけど、一番早いというか、一番効率がいいって言った方がなるほどね。確かにわかりますね。効率は悪いと思うけど。覚えるという面では効率がいい。効率はいいと思いますね。はい。確かに。JLPT 合格したい。あと1ヶ月みたいな人は結構単語帳でブワーって。そう。でもそういう人は仕方ないと思うんですよね。だから状況にもよると思うんですけど、長期的に考えると文脈の中で。あと2週間で JLPT 合格しないと日本で仕事ができなくなっちゃうみたいな人だから全然単語帳でいいと思うし、短期的なあれでもいいと思うし。なんか目的にもよると思うんですけどね。そうね。そうですね。その人の先の未来どうしたいかみたいな部分とか、ね。そう。例えば目的が旅行だったら、その簡単なフレーズ、逆に単語よりもフレーズで覚えた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、多分私たちのチャンネルに来る人たちって。もう旅行を超えた人たち。超えた人だと思うので。なるほどね。確かにね。目的による。でも今多分私のね、特にチャンネルのリスナーさんの中では、ちょっとまだ読むのが、難しいと。本を読むこととか、記事を読むこと結構難しいっていう人もいると思うんですよ。その文介さんは、その段階に入る前、まだ N4 ぐらいとか、N3 ぐらいの時だった時は、どうしてたんですか？でもその N4 とか N3 とか気にせずに、まず自分の好きなところから入るのが、一番継続できるのかなと思って。文介さんの場合どこだったんですか？どういうコンテンツ、教材とかマテリアルを使ってた？文学でしたね。例えば村上春樹の、なんだっけ、国境の西太陽、どの通りだっけ、国境の南太陽の西だった気がするね。っていう本。と、村上龍の限りなく透明に近いブルーという2冊が多分最初の
本当の日本人による日本人のための日本語の本だったかな。もうそれ自分のレベル、自分の日本語レベル関係なく関係なくはるかに超えてました。いや、1年生終わって、その1年目と2年目の間の夏休みを使って、うんもう読むというよりも謎解きみたいな感覚でやってたんですよ。もう一行読むのにもかなり時間がかかると思うんですよね、その時って。1時間以上かかるし、うわ、すごいな。でも、なんかね、不思議な現象が起きたんですよ。実は。やってる最中は進んでない。何やってるんだ自分っていう。だけど、とりあえずやってみよう。オランダのその夏休み結構長いし、2ヶ月半、3ヶ月もあると思うんですけども、なんか毎日3時間、4時間、やることはどうせないし、バカンスに行くお金ももちろん大学生だからないし、じゃあ勉強しようっていう。でも好きな材料、教材ではないけど、その文学作品で勉強しようと思った時に、じゃあ早くなくてもいいし、最後まで読まなくてもいいけど、とりあえずなんか一行一行丁寧に読み解いていこうっていう気持ちで、臨んだんですけど。すごい。でもこれめちゃめちゃいいアドバイスだと思いますね。やっぱ基本的にちょっと難しいから私できないって思うんだけど、全部読むとか全部理解するを目的にするんじゃなくて、自分の好きなものに通して日本語を勉強することを集中するっていう。そう。だから、文学の場合は、一つの作品として見るんじゃなく、自分の教材として扱うことが大事なんですよね。だから最後まで読むとか、最後まで読まないと失敗だみたいな考え方じゃなく、一行一行が勉強する一つ一つの機会だって思った方がやり遂げられる気がするんだよね。これってでもドラマとか映画、アニメとか漫画でも同じことが言える。そのサブタイトルとか字幕とかを一行を全然言えると思う。一つずつ理解していくっていうことですよね。しかもドラマとかアニメだと、大体なんか話し言葉じゃないですか。だからそれをシャドーイングできるし、なんか声に出して言ったりとか、という練習の仕方も全然ありだと思うし。なるほど、なるほど。ドラマにすごい興味がある人だったら全然それでいいし。確かに、確かに。でもやってる最中は、苦しくて楽しくないんですよ。すごい楽しかったって言ったら忍耐が必要ですね、結構これは。もう忍耐でしかないんですよ。マジで。よく耐えたなって自分でも思うんだけど、なんか、その3ヶ月が終わった後に、自分何やってたんだろう。なんか夏休み台無しじゃん。ずっと同じ本読んでるのに、もう半分以上、なんか単語はわかるけど、文章になった時に全然理解できてないじゃんみたいな現象。でも、大学2年目、日本語を専攻してたから日本語を扱ってるんだけど、1年生の時に難しいって感じてたことが全部、なんか、自然に解消されたというか、めっちゃ簡単だっていうふうに感じちゃったんですよ。その3ヶ月の夏休みの効果が夏休みがあったから、毎日めちゃめちゃ難しいやつに挑みながら、でも忍耐しながらね、読み解いていこうという志があったからこそ、大学に戻って、その2年生のやつがもう簡単すぎて、先生のところに行って、すいません、簡単すぎるんで、3年生の授業にも参加していって、いや、ただうるさいだけだと思う。言いたいよね。ちょっと簡単すぎます、みたいなね。ちょっともうこれ、で、3年生のやつに参加しても、3年生でも、なんか全然難しくないんだけど、俺の気のせいかな。でもそういう現象が起きました。だから、その夏休みがあったから、もう、どういう読解の試験があっても、勉強せずに、
合格だけじゃなく、ほぼ満点で。100点満点で合格できたし。うん。まあね、そういうよく言いますよね。なんか自分が勉強中には結構スランプだってね、みんなそうそう。困るんですよね。特に中級以上になってくると、なかなか自分の成長ってもう目に見えないじゃないですか。全然見えない。昔のように。だから辞める人多いと思うんですよ。でも実は成長してるんだよっていうそうそう。こともあだからりますね。プラトーってみんな言うけど、プラトーは自分の中の気持ちに過ぎないってなんか、まあ言うだけただだけどなんかそれを、なんだろう、頭脳的に理解してれば、なんとかその気持ち、苦渋の気持ちを乗り越えて、まあその最後までやったら、ちゃんと、その、なんだろう、実りというか、結果がついてくるっていう。結果がついてくるし、なんか、そう、楽しくなるっていう瞬間が絶対来るっていう。忍耐かな。言語学習。自分の生徒さんでもやっぱりそういう人が多くって、1年もずっと付き合ってくれてて、1年ぐらい経った時に、なんかこのページだけはすごい読みやすかったっていう人。で次のページ行ったら結局難しかったけど、やっぱりちょっとこう読みやすいって感じてるページとか、数行だけでもいいけど、が出てくるっていう現象。少しでもいいから、あれこれ簡単じゃんっていうのが。読めてんじゃん。単語全部わかるし、なんか言いたいことも自分の頭の中で翻訳しなくてもわかるみたいな。いう瞬間が絶対に来るからもう。で、もちろんそのチューターとか先生がついてるとなおさらそのプロセスが早いと思うんですけど、だから独学であったとしても、まあ、絶対そういうのはあると思うんですよね。まあ、人の、勉強の仕方とか、勉強に対する態度とかも大きいと思うんだけど、だから必ずは言い切れんけど。なるほど。でも、この最後にちょっと質問なんですけど、読むじゃないですか。で、新しい言葉や新しい文法がね、いっぱい出てきたときに、その1回で記憶するのって難しいじゃないですか。ね、文介さんはどうやってやったの？その後、復習みたいな。その瞬間に一生懸命覚えようとして多分そのまま忘れてたと思うんですよ。繰り返しのやつをしないっていうこと。全然しない。手書きでノートは取るんだけど、それは後から読み返すためのノートではなく、こと自体が、今覚える一つの手段。そうね。ノート自体はすごい安い、その、紙切れとか使ってやってたんだけど、普通にポイ捨てするし。そう、書くだけのノートだったんだよね。読むためのノートではなく。で、忘れるの。忘れるよね。忘れるんですよ。でも、また出てくるじゃん。なるほどね。で、そのタイミングでちょっと文脈もまた違ったりするじゃん。だからその一つの文法とかフレーズとか文型。もうそもそもその文法って JLPT が言ってる文法ってこれ文法じゃないと思ってるのね。文型なんですよ。だから、あるかなまだ。もうないかもしれない。文型表現辞典っていうのがあると思うんですよ。でそこに JLPT が言ってる文法っていう、なんかその決まった文型が全部載ってるから、あれ文型なんですよ。文法と文型の違いは、文介さん的に。自分の中では文法というのは動詞の活用だったりとか、遠慮派だったりとかね。の使い方が文法だと思っていて、その、ばかりか、が早いかとか、こういうのはフレーズだと思っているので、なるほどね。文法じゃないんじゃないかなと思うんですよ。そう。まあ、それはさておき。単語と同じで、多分一生懸命覚えようとして忘れるを繰り返し。で、覚えて忘れて、覚えて忘れて、みたいな。でも、絶対になんか、なんとなく残る瞬間が来るから、それを繰り返しやってたら。まあ、さっきも言ったけど、
すごい効率は、悪いよ。効率の悪い勉強法ではあるけど、うん。遅いんですよ、やっぱり。でも、やっぱ長期的にやりたいっていう人だったら、全然こういうやり方でもやってみてくださいっていう、アドバイスかな。アドバイスというか、まあ、うん。そう。確かにでも取り入れる、まあ、どっちも取り入れてみてもいいかもしれないですね。そしたら、なんかこう、一生懸命、この、なんて、単語帳、暗記とかでね、一生懸命覚えたものが、その文章中に出てきて、おってなる。そうそうそう。で、もっと早く暗記が進むということももちろんあると思うから。はい。うん。という感じかな。ありがとう。いやいや、とても勉強になりました。いえいえ。皆さんいかがでしたでしょうか。いや、でもいい、めちゃめちゃいいアドバイスだったと思う。嬉しい。ありがとうございます。ね。こんな感じで。まあみんなね、いろいろ自分の好きなね、自分に向いてるとか、続けてきた勉強法があると思うんですけど、もし今ちょっと困ってたらね、勉強法に対してすごい困ってて、どうしようと思ってたら、文介さんのやり方をちょっとやってみるのもいいかなと思います。ありがとうございます。はい。ということで、後ほど、次はね、文介さんのチャンネルに私が出ますから、そっちもぜひ見てみてください。はい、お願いします。はい。ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。また次回。はい。またね。はい、またね。